こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は Python でレトロゲームが作れる Pixel について解説していきたいと思います。Pixel はレトロな可愛いゲームが簡単に作れるゲームエンジンなので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、Discord もあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず、Pixel の概要について説明します。Pixel は Python でレトロゲームが作れるゲームエンジンです。ここで言うレトロゲームとは、2次元のピクセルアートで表現されている昔ながらのゲーム機で動くようなシンプルなゲームを指しています。イメージとしては、こんな持ち物系のゲームとかシューティングゲームとかが作れます。どうでしょう？レトロという言葉がぴったりな画面ですね。そしてこの Pixel で作るゲームは Windows でも Mac でも Linux でも動かすことができる上に Python のコードを HTML に変換する機能があるため、なんと Web 上で動かすこともできます。このあたりのやり方もこの動画で説明していくので、ぜひ楽しみにしていてください。また MIT ライセンスなので、元の著作権表示と MIT ライセンスの文言を配布物の中に残すことで商用利用することも可能です。実際に Pixel で作られたゲームを Steam というゲームのプラットフォームで販売している方もいるし、発売2週間で1万本以上を売り上げているような事例もあるとのことで、自分でゲームを作って世の中の人にそのゲームで遊んでもらいたいっていう人にとっても一つの選択肢になると思います。そしてこの Pixel の開発者の方が日本人エンジニアということもあり、日本語での解説ブログ、最近だと本も出ているため、初学者でも始めやすいというのも特徴だと思います。では実際にシンプルなゲームを作りながら、Pixel の基本的な使い方を説明していきますね。先に注意をお話ししておくと、この動画では Python を動かす環境が整っていて、また基本的な Python のコードが書けることを前提に説明しているので、まだ Python を動かす環境が整ってないよ、Python の基本的な書き方がわからないよという方は、過去にこのチャンネルで出している Python 即習動画を視聴してから、この Pixel の動画を見てみてください。では実際に Pixel を動かしてみましょう。まずは Pixel をインストールする必要があります。コマンドラインツールを開いたら、pip install pixel と打ってあらかじめ Pixel をインストールしておいてください。そしてゲームを開発するためのフォルダーを作っておきます。今回は MyGame というフォルダー名でフォルダーを作りました。そしてこのフォルダーの中に Python ファイルを作成して、このファイルの中に Pixel のコードを書いていきます。今回は game.py というファイル名で Python ファイルを作りました。で、このファイルの一番上に import pixel と書いて Pixel をインポートしておきます。次にゲーム用のクラスを作ります。app というクラス名でクラスを作ってイニシャライザーを書いておきます。このイニシャライザーにはゲームの初期設定を書いていきます。Pixel の init 関数を呼び出して、第1引数にゲーム画面の幅、第2引数にゲーム画面の高さを指定します。今回は幅が160で高さを120にしておきます。また、ゲームの画面の上部に表示されるタイトルを設定することもできます。引数タイトルに文字列でゲームのタイトルを指定しましょう。今回はサプーゲームとしておきます。次にアップデートというメソッドを作ります。アップデートにはフレーム更新時に呼び出される処理を書きます。突然出てきたフレームという言葉ですが、これはゲームがパラパラ漫画みたいになっていると考えるとわかりやすいと思います。例えばゲーム内で上部にあったボールが下に落ちるという動きを画面上で表現したい場合、ボールを上に表示した後、突然ボールを下に表示しても、ボールが落ちたように見えませんよね。その間を埋める途中の状態の画面表示があって、初めて、このボールは上から下に落ちてるんだってわかると思います。で、この途中の状態の画面、つまりパラパラ漫画で言うところの一枚一枚のページのことをフレームと言います。ちなみに1秒間にいくつフレームがあるのかというのをフレームパーセカンド FPS と言って、Pixel ではデフォルトで30に設定されています。つまり1秒間に30回アップデートというメソッドが呼び出されることになります。
そしてこの1秒間に30回アップデートが呼び出されるというのをゲーム開始からゲーム終了まで繰り返すことでゲームが進行していきます。この1秒間に30回アップデートメソッドが呼び出される。それがゲーム開始からゲーム終了まで繰り返される。これらの処理はピクセルが自動で行ってくれているので、わざわざ自分で while ほにゃららみたいにループ処理を書かなくても大丈夫です。単にどんな処理をマイフレーム呼び出したいかということだけをアップデートに書けば OK です。また注意点としては、このアップデートには重すぎる処理は書かない方が良いでしょう。例えば、ファイル読み込みといった処理はマイフレームやる必要はありませんよね。あらかじめファイルを読んでおくとか、特定のタイミングで一度だけファイルを読み込むとか、工夫した方が良いでしょう。じゃあ、このアップデートに何を書くのかというと、例えば、ユーザーからの操作を受け取る、その操作でどのようにゲームの状態を変えるのかといったことを、このアップデートメソッドに書いていきます。例えば、今から作るゲームは、キーボードのエスケープキーを押したら、ゲームが終了してゲーム画面が閉じられるという形にしたいと思います。その場合、まずアップデートメソッドに、キーボードのエスケープキーが押されたというユーザーからの操作を検知するコードを書きます。キーボードのボタンが押されたことを検知するには、Pixel の PTNP という関数を使います。引数に Pixel のキーエスケープを指定すれば、もしもフレーム更新時にエスケープキーが押されていたら True を PTNP 関数は返してきます。なので、if 文でエスケープキーが押されているかどうかを判断して、もしも true、つまりエスケープキーが押されていたら、このゲームを終了させるという処理をこの if 文の中に書きます。ゲームを終了させるには、Pixel の quit 関数を呼び出すだけです。なので、このように書けば、フレームを更新したタイミングで、キーボードのエスケープキーが押されていたらゲームが終了するはずです。また、エスケープキーだけじゃなくて、キーボードの他のキーにももちろん対応しています。よく使われるキーは、Pixel のコードでは、このように表すことができます。自分が指定したいキーに応じて PTNP 関数の引数に指定するものを変更してください。アップデートは一旦ここまでにしましょう。次に Draw というメソッドを作ります。Draw には画面の描画処理を書きます。つまり画面のどこにどんなものを表示させるのかということを書いていきます。この描画処理はコードが実行される順に重ねて描かれます。どういうことかっていうと、お絵描きソフトのレイヤーを思い浮かべてみてください。一番最初に実行される処理は、一番下のレイヤーに描かれて、2番目に実行される処理は、その一つ上のレイヤーに描かれるといったイメージです。なので、ドローメソッドの中では、下のレイヤーに描きたいものから順番に描画処理のコードを書いていきましょう。例えば、まず画面の背景色を決めて、その色でゲーム画面全体を塗りつぶします。ゲーム画面全体を塗りつぶすには、Pixel の CLS を呼び出して、引数にカラーを指定します。Pixel では、こちらの16色を基本のカラーパレットとして用意されています。高度な API を使うと、もっと様々な色を指定することも可能ですが、今回は初心者向けの動画なので、基本のカラーを使って説明していきますね。で、それぞれの色は pixel.color_ ほにゃららという形で指定することが可能で、実際のカラーとその指定方法はこのような形になります。これらのカラーもレトロ感があって可愛いですね。今回は目に優しい感じでダークブルーを背景色にして画面全体を塗りつぶしたいと思います。なので CLS の引数に Pixel のカラーダークブルーを指定します。次に画面に文字を表示させてみましょう。画面に文字を表示させるには Pixel のテキスト関数を呼び出します。テキストの第1引数には X 座標、第2引数には Y 座標、第3引数には表示させたい文字、第4引数に文字のカラーを指定します。Pixel で X 座標というのは横軸を表していて、一番左の位置の X 座標は0です。今回ゲーム画面の幅は160なので、一番右側の X 座標は159ということです。Y 座標は縦軸を表していて、一番上の位置の Y 座標は0です。
今回画面の高さは120なので、一番下の Y 座標は119ということです。で、テキストを呼び出して文字を表示させるときに指定するこの X 座標、Y 座標はこの文字全体の一番左上の位置なので注意してください。で、今回はスタートという文字を黄色い文字で画面の真ん中ら辺に表示させたいと思います。なので X 座標を70、Y 座標を60にして表示させる文字をスタート、カラーをピクセルのカラーイエローに指定します。これでこのゲームの画面としては背景がダークブルーでイエローの文字でスタートと真ん中ら辺に表示されるはずです。そしてアップデートメソッドとドローメソッドが完成したら今度はイニシャライザーでピクセルの欄関数を呼び出して第1引数にアップデートというメソッドを、第2引数にドローというメソッドを指定します。この時これらはメソッドなのでセルフドットが先頭につくことを注意してください。先ほどアップデートは1秒間に30回呼び出されて、それがゲーム開始から終了まで続くけど、それはピクセルが自動でやってくれるよって説明したのですが、この欄関数の第一引数にアップデートメソッドを指定することで自動で呼び出してくれるようになっているということです。描画処理も同様で、欄関数の第2引数にドローメソッドを指定することで、ゲームの画面がドローで書かれた処理で描画されるということです。まだ動きがないゲームなので、ちょっと言っている意味がわからないかもしれませんが、この後少しずつゲームに動きを出していくので、徐々に理解できると思います。まずは、こういう風に書くのかと覚える形でも良いので先に進めてみましょう。そして最後に、この作ったアップというクラスをオブジェクト化します。アップ丸括弧と書けば OK ですね。これでスタートと表示されて、エスケープキーを押せばゲームが終了するという特に何の動きもないゲームが起動するはずです。またコマンドラインツールを起動させて、この Python ファイルが置いてあるフォルダーまで CD コマンドで移動して Python 半角スペース Python ファイル名と通常通りこの Python のプログラムを動かせば OK です。今回だと Python 半角スペース game.py これを実行すれば良いですね。これを動かしてみると、このように自動でゲーム画面が立ち上がり、ダークブルーの背景に画面の真ん中ら辺にスタートという文字が表示されましたね。それがこのゲーム画面に当たっている状態でキーボードのエスケープキーを押してみると、このようにゲームが終了して画面が閉じられました。では、このゲームにもう少し動きを入れてみましょう。例えば、今表示させているスタートという文字は動かないし、何も変化しないんですが、スタートという文字じゃなくて、数値とプラスとマイナスという文字が表示されていて、プラスの文字をマウスでクリックしたら、数値が1増えて、マイナスという文字をマウスでクリックしたら、数値が1減るという動きをするようにしたいと思います。まずゲーム上でマウスを使えるようにするために、イニシャライザーの中のピクセルイニットの下に、ピクセルのマウスを呼び出して、引数を true としてください。この後もイニシャライザーに変数定義や処理を追加していくんですが、基本的にピクセルのイニット関数とピクセルの欄関数の間に処理や定義を書いていきましょう。次に画面上に表示される増えたり減ったりする数値をこのクラスが持つインスタンス変数として定義します。なぜインスタンス変数にするかというと、この数値はユーザーの操作によって状態が変化する変数なので、ドローメソッドだけじゃなくてアップデートメソッドでも使うため、先頭にセルフドットをつけてインスタンス変数にしてください。インスタンス変数はイニシャライザーで初期化してあげます。なので、イニシャライザーの中で self.number=0 と書きます。これでインスタンス変数 number が初期値0で定義できました。次に画面の描画のドローメソッドを変更していきます。イメージとしては画面の中央に数値、右側にプラスの文字、左側にマイナスの文字が表示されるようにします。文字の表示なので、このスタートと同じようにピクセルのテキストを使ったら良いですね。で、まず元々のスタートという文字を表示させていたのを、インスタンス変数ナンバーを黄色い文字で表示させるようにします。インスタンス変数ナンバーは数値なので、ダブルコートで囲って
ダブルコートの前に F を書いて、変数部分を波括弧で囲む F 文字列を使って指定します。そして同じように、マイナスという文字列は座標が30、60でカラーをホワイトにして、プラスという文字列は座標が110、60でカラーをホワイトにして表示させます。描画のドローはこれで OK です。次にアップデートメソッドを変更していきます。エスケープキーを押したらゲームが終了するというのはこのままにしておいて、この下に他の処理を書いていきます。まずマウスのクリックの検知ですが、キーボードの入力の検知でも使ったピクセルの PTNP 関数を使います。この引数にピクセルのマウスボタンレフトを指定すると、PTNP 関数は左クリックがされた場合に true を返します。なので、また if 文を使ってマウスの左クリックを検知して、左クリックがされた時にこの if 文の中の処理が実行されるようにします。で、プラスの文字がクリックされたらインスタンス変数ナンバーの値が1つ増えて、マイナスの文字がクリックされたらインスタンス変数ナンバーの値が1つ減るという処理をこの中に書きたいのですが、マウスがどこをクリックしているのかの情報が必要ですよね。マウスがクリックした座標の X 座標はピクセルのマウス X という変数に、Y 座標はピクセルのマウス Y という変数に代入されています。マイナスの文字の座標は先ほど30、60にしたので、だいたいそのあたりがクリックされたら、マイナスの文字をクリックしたと判断しようと思います。なので、X 座標は20から40で、かつ Y 座標は50から70の範囲がクリックされたらという if 文をこのように書きます。で、この if 文の中でインスタンス変数ナンバーを今の値から1小さくさせます。同様に、プラスの文字は先ほど110、60にしたので、だいたいそのあたりがクリックされたら、プラスの文字をクリックしたと判断しようと思います。この if 文の続きとして elif を作って、x 座標は100から120、y 座標は50から70の範囲がクリックされたらという elif の条件式を書きます。そして elif の中でインスタンス変数ナンバーを今の値から1大きくさせます。これでインスタンス変数ナンバーの値がユーザーからのクリックで変更されて、画面で表示されている数値も変更されるはずです。では実際にこのゲームを動かしてみましょう。またコマンドラインツールを起動して、先ほどと全く同じ手順で、この Python のプログラムを動かしてみると、こんな風に真ん中に0という数値、右側にプラス、左側にマイナスが表示されていますね。で、マウスをこのゲーム画面上に持ってくると、こんなカーソルが表示されます。で、実際にプラスという文字付近をクリックしてみると、表示されている数値が一つ増えました。何度も押すと、押すたびに数値が一つずつ増えていきますね。そしてマイナスという文字付近をクリックしてみると、今度は表示されている数値が一つ減りました。同じように何度も押すと、押すために数値が減っていきます。このように非常に単純ですが、ユーザーのマウス操作によってゲームの状態を変更することができました。また今回各数値をそのまま記載しましたが、各数値はゲーム画面の幅、高さから計算した値にした方がメンテナンスがしやすいでしょう。例えば画面の幅160を定数スクリーンウィッツ160、画面の高さ120をスクリーンハイト120と定義しておき、イニシャライザーの中のピクセルイニットの引数にはその定数を使う。そして例えば数値を表示させる部分の X 座標はスクリーンウィッツを2で割って10引いた値、Y 座標はスクリーンハイトを2で割った値にするみたいなイメージです。ここまでで画面に表示していたのは文字だけだったんですが、もっと可愛いピクセルアートを使ってレトロゲームらしいデザインにしたいですよね。ピクセルではピクセルアートを自分で描いて、その描いたピクセルアートを簡単にゲーム内で使えるようにするピクセルエディターという機能が用意されています。このピクセルエディターを使ってゲーム上で使うピクセルアートを作ってみましょう。まずコマンドラインツールをまた起動します。ゲーム .py が置いてあるフォルダーまで移動しておきましょう。そして、Pixel Edit というコマンドを実行してください。
そうすると、このような画面が表示されると思います。これが Pixel エディターでゲーム内で使う Pixel アートや音楽を編集してそれを保存することができるものです。では、Pixel エディターを使ってこのゲームで使う Pixel アートを作っていきましょう。まず、どんなゲームを作るのかというと、石が落ちてくるので、それを避けるというゲームを作ってみたいと思います。なので、石とプレイヤーを Pixel アートで作っていきます。この Pixel エディターの左上のこのマークをクリックすると、このような画面が表示されます。で、Pixel アートはイメージバンクと呼ばれる1枚の画像に保存されます。この1枚の画像は 256×256 ピクセルで、この1枚の中にゲームで使うピクセルアートを複数描いていくイメージです。そして Pixel エディターでは、このイメージバンクは全部で3枚編集することができます。なので 256×256 の画像が3枚あって、それぞれの画像の中で領域を分割しながら Pixel アートを一つずつ作っていくみたいなイメージですね。イメージバンクもゲーム画面と同様に横が X 座標、縦が Y 座標です。で、この右側のウィンドウがイメージバンクを表示させている領域で、左側のウィンドウが右のウィンドウの白枠で選択されているイメージバンクの領域を拡大表示して、その部分の編集ができるようになっています。ちょっと言葉だと分かりにくいかもしれませんが、この後の実際のピクセルアートを作る作業を見ればわかると思います。では早速落ちてくる石のピクセルアートを作ってみたいと思います。ただ注意が必要なのは、イメージバンクの座標の00から77の領域に描かれているものは、タイルマップと呼ばれるものの初期値として使われてしまうため、この領域には何も書かないことをお勧めします。なので、右のウィンドウで一番左上を選択した状態にして、左のウィンドウでは00から77の領域を下げて、80から157の領域に石を描いていきましょう。ピクセルアートを描くには、左下のカラーボタンで使いたいカラーの部分をクリックして、右にある鉛筆みたいなマークをクリックして、あとは普通のお絵かきツールのようにマウスでクリックしながら描いていけば OK です。また、戻るボタン、進めるボタンもあるので、これらを使ってピクセルアートを作っていきましょう。では、灰色の石を描いていきますね。こんな感じで描けました。石はイメージバンクの80から描いていて、幅と高さが8であるということを覚えておきます。次にプレイヤーも描いていきましょう。プレイヤーのピクセルアートは、石よりはちょっと複雑な形状をさせたいので、8×8 のマスには収まらないので、右のウィンドウのこの石よりさらに右の領域をクリックします。ここは16、0から31、15という領域を表しています。ここに石を避けるプレイヤー、サプーの見た目のプレイヤーを書いていきたいと思います。これで OK です。プレイヤーのピクセルアートはイメージバンクの16、0から描いていて、幅と高さが16であるということも覚えておきます。先ほどイメージバンクは3枚あるよと言ったんですが、この右下のイメージの数値の部分がイメージバンクのインデックス番号です。今0というイメージバンクに石とプレイヤーを描きました。このプラスのボタンを押してみると、今度はインデックス1のイメージバンクが表示されるのですが、今は何も描いていないので何もないですね。今度はマイナスのボタンを押して、イメージバンク0に戻すと先ほど作ったピクセルアートがちゃんと存在しているのがわかりますね。一旦この2つのピクセルアートだけでゲームを作ってみましょう。この作ったピクセルアートをピクセルが認識できるファイルとして出力する必要があります。この保存ボタンを押してみてください。そうすると先ほどコマンドを実行した場所に myresource pyxres というファイルができていると思います。これはリソースファイルといって、このファイルの中に先ほど作成したイメージバンクが格納されています。
ちなみにこのリソースファイルはイメージバンクだけじゃなくてタイルマップと呼ばれるものやこの後説明するミュージックなどもこの一つのファイルに全部含めて出力されます。で、一度この Pixel エディターを閉じます。そしてもしもう一度さっきのイメージバンクをもう少し編集したいなと思ったらさっきは Pixel Edit というコマンドで Pixel Editor を開きましたが、今度は Edit の後ろに今出力したリソースファイルのパスを指定してください。今リソースファイルと同じフォルダーの中にいるので、そのまま Pixel Edit myresource.pyxres というコマンドを実行します。そうすると先ほど編集していたイメージバンクが表示されましたね。このようにイメージバンクを編集して、それをリソースファイルとして出力して、また再度出力したリソースファイルを編集してといったことができます。では実際に先ほど作ったピクセルアートをゲーム内に表示させてみましょう。まず先ほどまでドローメソッドに書いていた数値やプラス、マイナスの表示を消しておきます。そしてアップデートに書いていたマウスの操作によって数値が増えたり減ったりする処理の部分も削除して、で、ナンバーというインスタンス変数の初期化の部分も削除しておきます。そしてイニシャライザーでリソースファイルを読み込みます。ピクセルのロードを呼び出して引数にリソースファイルのパスを指定します。今この Python スクリプト game.py とmyresource というリソースファイルは同じフォルダーの中に入っているので、引数にはそのままファイル名を指定しておきます。そして描画処理を描くドローメソッドの中でイメージバンクの画像を表示させるコードを書いていきます。まず石のピクセルアートを画面の中央上部に表示させてみたいと思います。ピクセルの BLT 関数を呼び出すとイメージバンクの画像を表示させることができます。引数がたくさんあってちょっと大変なんですが、まず第一引数はどこにピクセルアートを表示させるか、表示させるゲーム画面の座標の X 座標を指定します。これは先ほどの文字と同じで、対象のピクセルアートの左上の位置の座標を指しています。今回、中央上部に表示させたいので、X 座標はスクリーンウィーツを2で割った値を指定します。第2引数は表示させるゲーム画面の座標の Y 座標を指定します。今回中央上部に表示させたいので Y 座標は0を指定します。第3引数はイメージバンクのインデックス番号を指定します。先ほど作ったピクセルアートはイメージバンク0番に描いたので0を指定します。第4引数はイメージバンクのどの位置のピクセルアートなのか、イメージバンク内の対象のピクセルアートの左上の位置の X 座標を指定します。先ほど石は80から描いていると説明しましたよね。なので8を指定して、また第5引数はその Y 座標なので0を指定します。そして第6引数はピクセルアートの幅なので8、第7引数はピクセルアートの高さなので8を指定します。そして第8引数はどのカラーを透明として扱うかということを指定できます。さっきピクセルエディターで編集したとき背景が黒でしたよね。もしもこの第8引数に何も指定しないと黒がそのまま表示されてしまい、石の周りに黒い領域が不自然にできてしまいます。なのでこの第8引数にピクセルのカラーブラックを指定することで黒い領域を透明として扱うようにします。次に先ほど作ったプレイヤーも同じように表示させてみましょう。プレイヤーは画面中央下部に表示させてみたいと思います。表示位置は X はスクリーンウィーツを2で割った値、Y をスクリーンハイトの5分の4の値、イメージバンクのインデックスは0、イメージバンク内でのピクセルアートの位置は16、0、対象のピクセルアートのサイズは幅が16、高さが16、そして黒を透明にする。このように指定します。これで先ほど書いたピクセルアートの石とプレイヤーがゲーム画面内に表示されるはずです。念のため、どっちがどっちだかわかるようにコメントも入れておきましょう。またゲームを起動してみると、どうでしょう。石とプレイヤーのピクセルアートがちゃんと表示できましたね。とはいえ、これまだ石が落ちてこないし、プレイヤーは動けません。なので、これらを動くように変更していきたいと思います。
まず、プレイヤーは左右に移動して石を避けることができるようにしたいと思います。操作方法としては、キーボードの右矢印を押せば右に移動する。キーボードの左矢印を押せば左に移動するという単純なものにしようと思います。じゃあ、このプレイヤーが左右に動いているように見せるにはどうしたらよいのかというと、ピクセルの BLT 関数の表示させる座標を指定する引数を変更すればよいということです。プレイヤーは左右にだけ動かしたいので、第一引数に指定する X 座標だけ変更すればよいです。先ほどのナンバーというインスタンス変数でも説明しましたが、ユーザーからの操作で状態が変化するような値はインスタンス変数として扱い、アップデートメソッドでもドローメソッドでも扱えるようにした方が良いでしょう。なので、イニシャライザーにプレイヤー X というインスタンス変数を定義して、デフォルト値としてスクリーンウィッツを2で割った値を指定しておきます。そしてドローメソッドの中のプレイヤーを表示させている BLT 関数の第一引数をインスタンス変数プレイヤー X に変更しておきます。これで一番初めは中央付近にプレイヤーが表示されます。そしてこのプレイヤー X の値がユーザーからのキーボード入力で増えたり減ったりするようにアップデートメソッドを変更していきます。まず右矢印キーが押された時に、プレイヤーの X 座標の値を1大きくさせて、右へ移動させる処理を書いていきます。キーボードからの入力を検知するのは Pixel の BTN 関数です。これまで使っていた BTNP 関数は押されていた瞬間を検知するときに使い、この BTN 関数は押し続けている状態を検知するときに使います。右矢印キーは Pixel のキーライトなので、if 文を使って Pixel の BTN 関数を呼び出して引数にキーライトを指定します。そしてこの中には右矢印キーが押された時の動作を書くので、インスタンス変数プレイヤー X の値を1大きくさせるという処理を書いておきます。これで右矢印キーが押されていれば、プレイヤーの X 座標は1大きくなるため、プレイヤーが右に移動しているように見えるはずです。これと全く同様に、左矢印キーが押された時に、プレイヤーの X 座標の値を1小さくさせて、左へ移動させる処理も書いておきます。elif の条件式に Pixel の BTN 関数を書き、引数には Pixel のキーレフト、つまり左矢印キーを指定します。そして elif の中に、インスタンス変数プレイヤー X の値を1小さくさせるという処理を書いておきます。これで左矢印キーが押されていれば、プレイヤーの X 座標は1小さくなるため、プレイヤーが左に移動しているように見えるはずです。ただし、このままだと画面の外にプレイヤーがはみ出しちゃうことがあるので、if と elif の条件式に、それぞれ画面の中にいるという条件をつけておきましょう。右への移動は、プレイヤーが画面の右端よりも左にいる時だけ動かしたいので、プレイヤー X の値がスクリーンの幅より12引いた数よりも小さい時という条件を AND でつないでおきます。このマイナス12というのは、実際にプレイヤーが描かれている一番右側のピクセルは、プレイヤーの一番左の位置の X 座標を0とした時に12だからです。また同様に左への移動は、プレイヤーが画面の左端よりも右側にいる時にだけ動かしたいので、プレイヤー X の値がマイナス4よりも大きい時という条件を AND でつないでおきます。マイナス4というのも、プレイヤーのピクセルアートが描かれている一番左のピクセルは、プレイヤーの一番左の X 座標を0とした時に4だからです。これで OK です。一度この状態でまたゲームを起動させてみましょう。これを動かして、キーボードの右矢印キーを押してみると、どうでしょう？こんな風にキャラクターが右に動きました。右の端にいる状態で、さらに右の矢印キーを押してみても、これ以上右に動きません。次に左矢印キーを押してみると、ちゃんと左にも動きますね。そして左の端っこまで移動して、左矢印キーを押し続けてもこれ以上左には行きません。こんな風にキャラクターを左右に移動させるという動きを持たせたゲームになりました。ただ石が落ちてこないので、まだゲーム性が何もありませんね。では石を落として当たったらゲームオーバーになるようにしてみましょう。
まず、石を下に落とすという処理を書いていきます。石の位置を下に下げるには、ピクセルの BLT 関数の第二引数、石の表示位置の Y 座標を大きくしていけば下に落ちているように見えます。なので、イニシャライザーの中で StoneY というインスタンス変数を定義しておきます。初期値は0です。で、ドローメソッドの中の石を描いている BLT 関数の第二引数をインスタンス変数 StoneY に変更しておきます。そしてアップデートでフレーム更新のたびにインスタンス変数 StoneY の値を1ずつ大きくしていけば石が落ちているように見えるはずです。ただし石が画面の外にはみ出たらそれ以上は StoneY を更新する必要はないのでif 文で StoneY がスクリーンハイトよりも小さい時という条件を追加しておきます。アップデートメソッドもだいぶコードが長くなってきたのでコメントをつけておきます。これで一度ゲームを動かしてみましょう。ゲームを起動させると、ちゃんと石が落ちているように見えますね。あとはこの石とプレイヤーが当たった時にゲームオーバーと表示させるようにしてみましょう。石とプレイヤーが当たったかどうかは石とプレイヤーとの座標の位置関係で判別することにします。今、プレイヤーは X 座標だけがインスタンス変数になっていて、石は Y 座標だけがインスタンス変数になっているんですが、この後の処理のコードを読みやすくするために、また拡張しやすくするために、X 座標、Y 座標、両方をインスタンス変数にしておきます。イニシャライザーの中で、プレイヤーの Y 座標をプレイヤー Y というインスタンス変数で定義して、スクリーンハイトの5分の4の値を設定しておきます。同様に、石の X 座標を StoneX というインスタンス変数で定義して、スクリーンウィッツを2で割った値を設定しておきます。そしてドローメソッドの中で石を表示している BLT 関数の第一引数をインスタンス変数 StoneX にして、プレイヤーを表示している BLT 関数の第二引数をインスタンス変数プレイヤー Y にしておきます。また、石とプレイヤーが当たったという状態を表現するためのインスタンス変数 isCollision も用意しておきます。初期状態では当たっていないのでフォルスにしておきます。そして石とプレイヤーの位置関係で石とプレイヤーが当たっていることを判別したいんですが、どの程度重なっていたら当たっていると判断するかはゲームを作る側が意図的に決めることなので、皆さんはそれぞれ自分が思う形で良いと思います。今回はプレイヤーのピクセルアートの中に石のピクセルアートがすっぽり入っている時に石とプレイヤーが当たっていると判別したいと思います。なので、石の X 座標がプレイヤーの X 座標からプレイヤーの X 座標プラス8の間に入っているとき、かつ石の Y 座標がプレイヤーの Y 座標からプレイヤーの Y 座標プラス8の間に入っているときは、石とプレイヤーが当たっていると判定することにします。ちょっと条件式が複雑ですが、このように書くことができますね。そして if 文の中で、石とプレイヤーが当たったことを表現するためのインスタンス変数 isCollision を true にします。そして isCollision が true になったら画面の中央にゲームオーバーって表示させるという処理をドローに書きます。if 文を使ってインスタンス変数 isCollision が true であるという条件式を書いて、Excel のテキストで X 座標がゲーム画面の幅の半分の1から20左にずれた場所、Y 座標は画面の高さの半分の1にして表示させる文字はゲームオーバー。カラーを黄色に設定しました。これでプレイヤーに石が当たったらゲームオーバーと表示されるのかを確認してみましょう。ゲームを起動させてみると、確かに石とプレイヤーが当たったタイミングでゲームオーバーって表示されましたね。とはいえ、この石が一つだと避けるのは簡単だし、全然ゲーム性がないですよね。なので、ランダムな位置からどんどん複数の石が落ちてくるようにしてみたいと思います。では、石を複数作って、それぞれが落ちてくるようにするにはどうしたらよいのかというと、ここで使うと便利なのがクラスですね。クラスは結構難しいので、まだクラスがよくわからないよっていう人は、クラスをゆっくり解説したこの動画か、
即習動画のクラスのチャプターの部分をぜひ見返してみてください。で、石を表すストーンというクラスを作って、そのストーンクラスから作られたオブジェクトをそれぞれ落ちてくる一つ一つの石として扱うと実装しやすいです。クラスを書き始める前に大まかなコードの概要を説明します。ストーンクラスにはこれまでのアップクラスと同じようにフレーム更新のたびに呼び出されるアップデートというメソッドと描画処理を行うドローメソッドを実装します。で、アップクラスの中でストーンオブジェクトを複数作ったら、それをアップクラスのインスタンス変数 stones というリストの中に入れます。で、アップクラスのアップデートメソッドの中では、stones のリストの中にあるすべてのストーンオブジェクトのアップデートメソッドを呼び出します。そしてアップクラスのドローメソッドの中では、リスト stones の中にあるすべてのストーンオブジェクトのドローメソッドを呼び出します。そうすれば複数の石をゲーム内で同時に扱うことができるはずです。では、このイメージを頭の中に入れておいてコードを変更していきましょう。まず、ストーンクラスを作ります。イニシャライザーには、この石の座標を表すための X と Y というインスタンス変数を定義しておきます。初期値ですが、両方オブジェクト生成時の引数で設定できるようにしておきます。石がどこから落ちてくるかは、外から設定できるということですね。次にアップデートメソッドを作ります。ここにはアップクラスのアップデートメソッドに書いた石の移動に関する処理と同じ処理を書いていきます。1フレームずつ Y 座標が1大きくなっていく処理ですね。ただ、アップクラスでは、石の Y 座標はストーン Y だったんですが、ここではインスタンス変数 Y であることに注意してください。次にドローメソッドを書いていきます。ここにはアップクラスのドローメソッドに書いた石の表示に関する処理と同じ処理を書いていきます。こちらも X 座標と Y 座標の変数は、アップクラスではストーン X とストーン Y だったんですが、ここではインスタンス変数 X と Y であることに注意してください。ストーンクラスはこれだけです。アップクラスの中にある石に関する処理を外に出したというイメージですね。次にアップクラスを変更していきます。まず、イニシャライザーに書いた石の X 座標と Y 座標。これはストーンクラスにそれぞれ持たせることにしたので、ここでは不要なので削除しちゃいます。その代わりに、ストーンオブジェクトを複数持っている stones というリストをインスタンス変数として定義しておきます。初期値は空のリストにしておきます。次にアップデートですが、インスタンス変数 stones というリストにストーンオブジェクトを追加していこうと思います。ただ、フレーム更新のたび、毎回石を追加していたら、画面が石だらけになっちゃうので、1秒に1つずつ石が増えるようにしてみましょう。この1秒というのは、後からでも簡単に変更ができるように、ストーンインターバルという定数として定義しておきます。そして1秒は 1×30 の30フレームなので、30という値を設定しておきます。で、リストストーンズにストーンオブジェクトを追加するという処理をアップデートメソッドの中に書いていこうと思います。ピクセルは経過フレーム数が格納されている変数が用意されています。ピクセルのフレームカウントという変数に経過フレーム数、つまりゲームを始めてからどのくらいのフレームが更新されたかの数値が格納されています。なので、この値を30で割った余りが0ならという if 文を書けば、1秒ずつ行いたい処理を書くことができます。で、この if 文の中にリスト stones にストーンオブジェクトを追加するという処理を書くんですが、ストーンオブジェクト生成時には石の初期位置の座標を指定できましたよね。Y 座標は一番上にしたいんで0で固定で OK なんですが、X 座標はランダムな場所にしたいですよね。で、ピクセルにはランダムな整数を生成する RNDI という関数も用意されています。RNDI は第一引数が最小の値、第二引数が最大の値です。なので、第一引数にはピクセルの RNDI を指定して、RNDI の第一引数を0、第二引数を画面の幅よりも8マイナスした値にしておきます。これで画面上部のどこかランダムな場所が石の初期位置になるはずです。これもコメントを書いておきます。
続いてリストストーンズに入っている石を全部動かす処理を書いていきます。もともと一つの石を動かしていたこの処理は削除して、オーブンでリストストーンズを回して取り出したストーンオブジェクトのアップデートメソッドを呼び出せば良いですね。あと、このフォー文の中で各石とプレイヤーが当たっていないか、当たっていたら is コリジョンを true にするという処理も書いておきます。石とプレイヤーが当たってるかどうかの判別はこの if 文でできましたよね。なので、これをそのままフォー文の中に移動させるんですが、各石の X 座標、Y 座標は、この場合、ストーンズの X、ストーンズの Y になるので、このように修正します。また、その石が画面上にあるかどうか、なければ、このリストストーンズから削除するという処理も書いておきましょう。そうしないと無限にリストにストーンズオブジェクトが溜まってしまいますからね。石が画面上にあるかどうかは、石の Y 座標がスクリーンハイトよりも小さいという条件式で判別していましたよね。なので、このフォー文の中で、各ストーンオブジェクトの Y 座標がスクリーンハイト以上であれば、リストストーンズからそのストーンを削除するという処理を書いておきます。リストで要素を削除したい場合、リストのリムーブメソッドを呼び出して、引数に削除対象の要素を指定すればよいので、self.stones.remove 丸括弧 stone と書きます。ただここで注意が必要なのは、今このフォー文で回しているリストストーンズ自体をリムーブで変更しようとしています。そのため、リムーブでリストの要素を削除すると、フォー文で回しているリストのインデックスとずれてしまい、バグが発生してしまいます。そのため、フォー文の in の後ろに指定している stones は、コピーメソッドを使って、stones をコピーしたオブジェクトを指定しましょう。コピーメソッドについては、サプーの書籍の128ページあたりに詳しい説明があるので、よければ読んでみてください。これでアップデートは OK です。最後、ドローも修正しておきましょう。もともと一つの石を表示させていたこのコードは削除して、先ほどのアップデートと同じように、フォー文でリストストーンズからオブジェクトを一つずつ取り出して、ストーンのドローメソッドを呼び出すだけです。こうすればリストストーンズに入っているストーンオブジェクトはすべて表示されるはずです。これを動かしてみると、どうでしょう。石がたくさんランダムに降ってきましたね。そしてプレイヤーはこのように逃げ回ることができます。非常に簡単なゲームなのでずっと逃げ回ることができちゃうんですが、あえて石に当たってみると、ゲームオーバーという表示がされましたね。今回作りたかったゲームの基本的な機能はおおむね実装できました。ただこのままだとゲームオーバーになった後にリトライするにはゲームを再起動させないといけません。それは手間ですよね。なのでこのゲームのスタート画面を作ってスタート画面をクリックしたらゲームが開始されてゲームオーバーになったらスタート画面に戻る。で、またスタート画面をクリックしたらまたゲームをリトライできるとこのような画面遷移があるゲームにしてみたいと思います。ここでスタート画面にはピクセルアートでサプーの顔を表示させたいと思います。ピクセルは画像を読み込んでそのまま画像をピクセルアートにしてくれる機能があります。今回はこんなサプーの画像を用意しました。これをピクセルアートに変換したいと思います。ゲームの画面のサイズに合わせてこの画像は幅160ピクセル、高さ120ピクセルにサイズを変更しておきました。また、ピクセルエディターを起動します。また、イメージバンクを編集するこの画面を開いて、で、スタート画面のピクセルアートは、プレイヤーの右側に描こうと思います。なので、右のウィンドウで、プレイヤーの右側、具体的には座標が、左上が32、0の位置に白枠を置いて、そしてピクセルアートに変換させたいこの画像を左のウィンドウにドラッグ&ドロップすると、どうでしょう。ちょっとピクセルエディター上ではわかりにくいかもしれませんが、サプーのイラストがピクセルアートになりました。このサプーのピクセルアートは座標が32、0、幅が160、高さが120ということを覚えておきましょう。
そしてまたこの保存ボタンを押します。この保存ボタンを押し忘れちゃうと、作ったピクセルアートは消えちゃうので、忘れずに保存ボタンを押しておきましょう。これで OK です。で、またピクセルエディターは閉じておきます。そしてコードを修正していきましょう。まず、アップクラスに、今表示させるのはスタート画面なのか、ゲームのプレイ画面なのか、どっちの画面を表示させるのかという情報を持っているカレントシーンというインスタンス変数を作っておきます。で、ここには、スタート画面を表すスタートという文字列か、プレイ画面を表すプレイという文字列のどちらかが入るとします。で、スタートシーンという定数を定義して、スタートという文字列を入れておきます。同様にプレイシーンという定数を定義して、プレイという文字列を入れておきます。で、カレントシーンというインスタンス変数の初期値には、スタート画面を表すスタートシーンを代入しておきます。そして今、アップクラスのアップデートメソッドの中の、ここまでがプレイ画面独自の処理です。なので、一度この処理を別のメソッドに切り出しちゃいましょう。アップデートプレイシーンというプレイ画面用のフレーム更新処理を書くメソッドを作って、プレイ画面独自の処理はすべてこのアップデートプレイシーンメソッドに移動させちゃいます。そしてアップデートメソッドの中では、もしもカレントシーンがプレイ画面、つまりプレイシーンであるときに、今作ったアップデートプレイシーンメソッドを呼び出すように書いておきます。ドローメソッドも同じように、ドロープレイシーンとプレイ画面の描画処理を行うためのメソッドを作って、プレイ画面独自の描画処理をこのメソッドに切り出します。今、ドローメソッドの中の処理は全部プレイ画面独自の処理なので、全部切り取って、ドロープレイシーンの中に貼り付けます。そしてドローメソッドの中では、先ほどと同じようにカレントシーンがプレイシーンであるときに今作ったドロープレイシーンを呼び出すように書いておきます。次に、アップデートスタートシーンというスタート画面のフレーム更新時の処理を書くメソッドを作ります。スタート画面は画面がクリックされたらプレイ画面に切り替わるという挙動にしたいので、そのような処理をこのアップデートスタートシーンに書きます。画面がクリックされたことを検知するために、if 文を書いて条件式の部分にピクセルの btnp 関数を呼び出して指定し、btnp 関数の引数にはピクセルのマウスボタンレフトを指定すれば OK ですね。これで左クリックされた時に if 文の中の処理が実行されます。if 文の中にはインスタンス変数カレントシーンにプレイシーンを代入するように書いておきます。そしてアップデートメソッドの中でカレントシーンがスタートシーンだったら今作ったアップデートスタートシーンが呼び出されるように if 文を書いておきます。またさっき書いたこのプレイ画面用の if 文は elif にして今作った if 文とくっつけちゃいますね。次にスタート画面の描画処理用にドロースタートシーンというメソッドを作ります。スタート画面は先ほど作ったサプーのピクセルアートを画面全体に表示させたいので、ピクセルの BTL 関数を呼び出して表示する座標は00、イメージバンクのインデックスも0、イメージバンクの中の座標は32、0、サイズが幅160、高さ120。で、今回は透明にしたいカラーはないので、第8引数は省略しておきます。また、画面をクリックしないといけないということを分かってもらえるように、テキストでクリックトゥスタートという文字を表示させたいと思います。表示させる位置を左上にしたいので、表示させる X 座標は画面の幅の10分の1、Y 座標は画面の高さの10分の1、そして表示させる文字をクリックトゥスタート、カラーをピンクに設定しておきました。そしてドローメソッドでも、カレントシーンがスタートシーンだったら、今作ったドロースタートシーンが呼ばれるように if 文を書きます。で、先ほどと同じように、プレイ画面用の if 文は elif にして、この if 文とくっつけちゃいます。
これでスタート画面が最初に表示されて、その画面がクリックされたら、プレイ画面に切り替わるという実装ができているはずです。ただ、ゲームオーバーになった後、スタート画面に戻るための処理はかけていないので、最後、その部分を書いてみましょう。まず、ゲームオーバーになったかどうかは、is collision というインスタンス変数が true か false かで判断できますよね。is collision が true になった瞬間にゲームオーバーという文字が表示されるようにしていました。ただ、ゲームオーバーが表示された後、すぐにスタート画面に切り替わってしまうと何が起きたのかよくわかりません。なので、2秒程度ゲームオーバーという文字が表示されて、その後自動でスタート画面に切り替わるようにします。そのため、少しの間画面を切り替えるのを遅らせるためのタイマー用のインスタンス変数を用意しておきます。イニシャライザーでゲームオーバーディスプレイタイマーというインスタンス変数を用意して、2秒は 2×30 の60フレームなので、60という数値を設定したいんですが、このフレーム数も後から簡単に変えられるように、定数として定義しておきます。そしてインスタンス変数の定義の時に、この定数で初期化します。で、アップデートプレイシンメソッドに入った直後に、is collision の値から今ゲームオーバーになっているのかどうかを判断し、もしもゲームオーバーであれば、タイマーの時間を減らして、タイマーの時間が0になったらシーンを切り替えるという処理を書きたいと思います。まず if 文で is collision が true かどうかを判断します。この if 文の中はゲームオーバーの時にだけ実行されます。ゲームオーバーの時は、このアップデートプレイシーンのメソッドのこれ以降の処理は動かす必要がないので、この if 文の中の一番下には、リターンと書いて関数を抜けるようにしておきます。さらに、この if 文の中で、ゲームオーバーディスプレイタイマーが0になっているかどうかを確認します。0よりも大きければ、ゲームオーバーディスプレイタイマーの値を1減らして、そうでない場合は、インスタンス変数、カレントシーンにスタートシーンを代入することで、スタート画面に切り替えます。これでゲームオーバーになったら、ゲームオーバーという文字が2秒程度表示されてからスタート画面に切り替わるはずです。ただ、もう一つ考えなくちゃいけないことがあって、今、プレイシーンで使っているインスタンス変数はすべて一度プレイした後の状態になっています。これをプレイをリトライするタイミングで初期値にすべて戻す処理を入れる必要があります。なので、リセットプレイシーンというメソッドを作って、プレイ画面の初期処理を書いておきましょう。プレイ画面の初期処理は、もともとイニシャライザーに書いていました。プレイヤーの位置、石のリスト、石が当たったかの情報、そしてゲームオーバー表示のタイマー。これらの初期値の代入は、すべてプレイ画面の初期処理なので、この部分を切り取って、リセットプレイシーンというメソッドに移動させちゃいます。そしてプレイ画面が表示されるのはスタート画面がクリックされた時です。なのでアップデートスタートシーンメソッドでクリックされたことを検知したこの if 文の中で今作ったリセットプレイシーンメソッドを呼び出します。これでスタート画面をクリックしてプレイ画面が表示される前にプレイ画面の初期処理が実行されますね。ではまたゲームを動かしてみます。ゲームを起動してみると、スタート画面としてサプーンのピクセルアートがゲーム画面全体に表示されていますね。そしてスタート画面をクリックしてみると、ゲームが始まりました。今まで通り石を避けるゲームを遊んで、石に当たってしまうと、ゲームオーバーの表示がされて、だいたい2秒後にまたスタート画面に戻ってきました。そしてまた画面をクリックすれば、また最初からゲームをプレイすることができますね。こんな感じでゲームが何度も繰り返し遊べるようになりました。あとは Pixel のテキストを使ってゲーム上に文字を表示させている部分ですが、デフォルトのままだと日本語が表示できません。でも DTF というファイルを読み込むことで日本語も扱えるようになっています。
この BDF というファイルは Pixel の GitHub 上にあるので、そこからダウンロードしてくるのが良いでしょう。この Web ページの URL は概要欄に載せておくので、この Web ページを開いたら、このダウンロードボタンを押してください。そうすると um+-j10r.pdf というファイルがダウンロードできているはずです。そしてそのファイルを MyGame というフォルダーの中に入れておいてください。で、アップクラスのイニシャライザーで Pixel のフォントを呼び出して引数に今の BDF のファイルのパスを指定します。今回は同じフォルダーの中に入っているのでファイル名をそのまま指定します。そしてそれを JP フォントというインスタンス変数に代入しておきます。で、Pixel のテキストで画面に文字を表示するとき、このテキスト関数の第5引数としてこの JP フォントを指定してください。こうすることで日本語も表示できるようになります。例えば、Click to Start って英字で表示しているんですが、クリックしてねと日本語を表示させるようにしてみます。これでもう一度ゲームを動かしてみると、ちゃんとクリックしてねと日本語が表示されましたね。ただ、英字の表記よりも文字のサイズが大きくなっているので、その点は気をつけてください。RPG などのゲームを作るときは、日本語が表示できないと不便かと思うので、ぜひこの方法を参考にしてもらえたらと思います。あとは、ゲーム内で音楽を流すこともできます。音楽も Pixel エディターで編集ができます。また、Pixel エディターを開いて、左上の波のようなマークをクリックします。そうすると鍵盤が出てきます。ここでサウンドを編集します。サウンドは64個。ここで編集して保存することができて、作ったサウンドをミュージックエディターというところで組み合わせることができます。ちょっと言ってる意味がわからないかもしれないので、まずは試しに一つサウンドを作ってみます。サウンドもインデックス番号がついていて、この左上のボタンのプラスを押すことで番号を変更することができます。今回は一旦0番のサウンドを作っていこうと思うので0にしておいて、で、この白いエリアをクリックすることでサウンドの音を決めることができます。音は左から右に流れていきます。音楽の楽譜と同じですね。ドレミファソラシドは鍵盤のこの部分に当たります。そして上の方が高い音になっています。ここがドで、ここがミです。今回はドの音とミの音を繰り返すだけの単純なものにしてみました。作ったサウンドがどんな音なのかを確認するために、この右上の再生ボタンを押してみます。そうするとこんな風にドとミの音を繰り返す音楽ができました。一度この状態で今度は左上のこの音符のアイコンをクリックします。そうするとチャンネルにサウンドを割り当てる画面が表示されます。この画面で編集されたものをミュージックと呼びます。さっきの画面で作ったのはサウンドで、そのサウンドを組み合わせてミュージックを作るといった形です。で、チャンネルは全部で4つ用意されていて、つまり同時に流せるサウンドが4つまでということです。そしてミュージックもインデックス番号があり、このミュージックと書かれている部分の横にあるプラスやマイナスのボタンを押すことで、ミュージックのインデックス番号を変更できます。ミュージックは8曲編集保存することができます。今回はインデックス番号0でミュージックを作ってみましょう。で、さっき作ったサウンドのインデックス番号は0でしたよね。で、この画面では下の00というこれが先ほど作ったサウンドに当たります。なので、チャンネル0のオレンジのスペースのこの左上のスペースをクリックして、先ほど作ったサウンド00、これをクリックします。そうすると、チャンネル0の先頭にサウンド00を配置することができました。もう一つサウンドを作ってみましょう。またサウンドを編集する画面に移動して、今度はサウンドのインデックス番号を1にして、で、その音を一定間隔で鳴るようにしていきます。で、またミュージックを編集する画面に移動して、今度はチャンネル1の先頭を選択して、今作ったソだけが流れるサウンド、
サウンド01を配置します。これでドとミが交互になるサウンド00とソだけがなるサウンド01が同時に流れて一つのミュージックになりました。このミュージックを編集する画面でも右上の再生ボタンを押すと編集したミュージックが流れます。どんなミュージックになったのかを聞いてみましょう。どうでしょう？こんな感じで2つのサウンドが重なったのがわかりますね。では、これも保存ボタンを押して、リソースファイルに保存しておきましょう。先ほども説明したように、リソースファイルにイメージバンクとともに今作ったミュージックも保存されました。あとは、このゲームで先ほど作ったミュージックを再生させたいので、イニシャライザーでミュージック再生のコードを書いておきます。ミュージックを再生するにはリソースファイルのロードが必要なんですが、ロードの処理はこれで OK です。あとは、Pixel の PlayM 関数を呼び出します。第一引数はミュージックのインデックス番号。引数ループを true にしておくと、ミュージックがループで再生され続けます。なので、第一引数を0、ループを true にしました。これでもう一度ゲームを起動してみると、どうでしょう？ゲームの BGM として先ほど作った曲が流れてきました。こんな風に曲を作って Pixel のゲーム内で再生することもできます。では最後にこのゲームを Python が動く環境が整っていない PC でも遊べるようにしたり、Web 上でも遊べるようにしてみます。まず Pixel のアプリケーションファイルというものを作ります。これまで動かしていた game.py というファイルは mygame というフォルダーの中に入っていて、この mygame というフォルダーの中にはリソースファイルも日本語を使うための PDF ファイルも入っていますね。この状態でコマンドラインツールを開いたら、今まで mygame というフォルダーの中に入って作業をしていたんですが、一つ上のディレクトリに移動します。cd 半角スペースドットドットと打って、一つ上のフォルダーに移動したら、Pixel 半角スペース、パッケージ半角スペース、ゲームに関するファイルが入っているフォルダーのパス半角スペース、ゲームを動かす Python ファイルのパスというコマンドを実行します。今回の場合は、Pixel パッケージ mygame ドットバックスラッシュ mygame バックスラッシュ game.py というコマンドになります。Mac の場合は、このバックスラッシュはスラッシュになるので気をつけてください。これを実行すると、mygame フォルダーと同じ階層に mygame.pyxapp というファイルができているはずです。これが Pixel のアプリケーションファイルです。これをもとに実行ファイルを作ってみましょう。まず PyInstaller という Python スクリプトをエグゼ化するライブラリをインストールします。pip install PyInstaller と打ってください。PyInstaller については以前にも動画を出しているので、どんなライブラリが気になったら見てみてください。今、先ほど出力したアプリケーションファイルがある場所と同じ階層にいるんですが、ここに PC 用の実行ファイルを出力するための PC というフォルダを新しく作っておきます。Make Directory PC と打てば OK です。で、この PC フォルダの中に CD コマンドで移動します。CD、PC と打ちます。そして、Pixel 半角スペース up-to-exe 半角スペース先ほど出力したアプリケーションファイルのパスと打ちます。今回の場合だと Pixel 半角スペース up-to-exe 半角スペースドットドットバックスラッシュ mygame.pyxapp と打ちます。先ほどと同じように Mac の場合はバックスラッシュをスラッシュに読み替えてください。このコマンドを実行してみると、ビルドが成功したよという表示がされます。Windows の場合は PC というフォルダーの中に mygame.exe というファイルができていると思います。Mac の場合は PC というフォルダーの中に mygame というファイルができていると思います。Windows 上で作業している場合は Windows PC 用の実行ファイル。Mac で作業している場合は Mac で動かすことができる実行ファイルが生成されます。実際にこの mygame.exe という exe ファイルをファイルシステム上からダブルクリックしてみると、ちゃんとさっき作ったゲームが動きましたね。
このように遊ぶことができます。今度は Web 上でも動くようにしてみます。また、マイゲームフォルダーと同じ階層まで移動します。ここに Make Directory コマンドで Web というフォルダーを作成します。そして作った Web フォルダーの中に CD コマンドで移動します。そして Pixel 半角スペース up to HTML 半角スペース先ほど出力したアプリケーションファイルのバスと打ちます。アプリケーションファイルは一つ上の階層にあるので、今回は Pixel 半角スペース up to HTML 半角スペースドットドットバックスラッシュ mygame by xup というコマンドを実行します。これを実行すると、Web フォルダーの中に mygame.html というファイルができています。これをファイルシステム上からダブルクリックして Web ブラウザーで表示させてみると、Pixel のロゴマークが表示されるので少し待って、クリックを促す画面が表示されるので、これをクリックすると、さっき作ったゲームが始まりましたね。そしてスタート画面をクリックすると、ちゃんとゲームが始まりました。このように Web 上でもこれまでと同じようにゲームを遊ぶことができます。PC 上で動かす実行ファイルも Web 上で動かす HTML ファイルもかなり簡単に変換することができてとても便利ですよね。この動画では非常に簡単なゲームを作って Pixel ってどんなゲームエンジンなのか基本的な Pixel のゲームの作り方を説明しましたが Pixel にはまだまだ色々な機能が備わっていて色々なタイプのレトロ感のあるゲームを作ることができるのでぜひ皆さんも自分のアイデアで自分なりのゲームを作ってみてください。今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。